やあ諸君、今回はいつもと違って勉学に関する話をしようと思う。なぜこんな動画を作ったかというと、単に投稿間隔が空いてしまうお詫びと偶然動画を作る機会があったからだ。動画を作ったきっかけは、ウプ主が後輩から、試験勉強でわからんことがあるから教えろと言われたからだそうだ。まったく、後輩から舐められるとは情けないやつだな。今日の内容は大学の有機化学だ。興味のあるやつは見ていくといい。それじゃあ始めよう、アルドール複合の立体制御だ。ここでは簡単にするために給電子剤はアルデヒドとする。まずは嗅覚剤を LDA などのアルカリ金属塩基によって活性化した時に生じる、2つの立体についてだ。金属エノラートになる際に、シス体かトランス体になるのはわかるな。この時の選択性、どっちが多くできるかは期間期 X が大きい場合にシス体のエノラートが多くなる、小さい場合はトランスだな。実際にシス型エノラートを例に複合時の立体性を説明しよう。平面で書くときにおなじみのこの反応機構だが、立体は安定な S 型の6円間線維状態を取る時点で決まる。2つの分子を近づけてみると想像しやすいぞ。これが S 型線維状態だ。この時丸で囲んだアキシアルに立った原子が、立体的に一番相互作用を受ける原子だ。この場合はアルデヒドの水素がアキシアル E にあるから邪魔にはならないな。これを平面図に戻してみるぞ。そうすると新型の生成物ができるのがわかるだろう。逆に、アンチ型ができるための線維状態を考えてみよう。アルデヒドの向きをさっきとは逆にして配置するぞ。すると、アキシアル E にある原子が期間期 R だから水素の時よりも邪魔になってしまうのがわかるだろう。次はトランスのエノラートでも同じようにやってみよう。アルデヒドの向きを変えた2通りを並べたが、右のやつが立体的に邪魔になっているな。優先的にできる左のやつを平面に戻すと、アンチ型の生成物ができるぞ。以上が今日の講義だ。わからないことがあったら後で質問しなさい。それでは私はこれにて失礼させてもらおう。